こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。はい、皆さんこんばんは。青月電子台です。今回ネタは、国内メガスポーツネイキッドの比較動画だ。どうしてまた？今年は、個性的なジャパニーズネイキッドが連続して発表されてるからな。気になるメガネイキッドのスペックチェックを整理しておきたくてな。そして、悩みの沼にはまっていくわけですね。大丈夫。ハマるのは脳内妄想比較だけだからな。現実世界には一切影響はない。残念ながら。というわけで今回は国内メガネイキッドスペック比較をお届けします。では、ゆっくりしていってね。さて、今回の流れはこんな感じだ。1、デザイン。2、車両サイズと重さ。3、シート高、足つき。4、エンジン性能。5、燃費と航続距離。6、主要装備。7、価格。です。で、今回の比較車種はこちら。ヤマハ、MT10。川崎、ZH2。鈴木、GSX、S1000。ホンダ、CB1000 がある。以下、略称で呼称するぜ。ちょっと待った。会社は会社とやらないか？日本語の使い方がおかしいぞ。 1290SDR がいないじゃないですか。リクエストもいただいてたのに。その説は、ありがとうございました。で、MT10 を軸に比較車を見繕ってたら、とんでも車種ばっかりリストアップしてしまってな。どんなの？ブルターレやストリートファイター、H2 とか R1250R。なんかさ、美人芸能人で彼女にするなら的な感じがしてきてさ。主の身の丈じゃ、現実味がないってこと？そうそう。やっぱりさ、遠くの、より、近くの、だよ。何言ってんだ。縛りですか？例えば姉妹縛りとか？そうそう、広瀬姉妹と加納姉妹から選ぶなんて、おこがましくてな。まあ、確かにそうですね。そのあたりの車種は、今度別動画で比較したいと思う。楽しみにしみに。それでは、ライブの時みたいに脱線話にツッコミが入る前に。じゃ、はじめ、か。国内メガネイキッド比較。1、デザイン。最近、デザインの流れが変わってきてるな。確かにそう思います。思わず心の声が漏れるデザインのバイクが多いですね。ヤマハや川崎、鈴木とかな。それ、ホンダ以外ってことですよね。そんなことない。勝手イメージは、ヤマハは系統立て、川崎は一台全集中、鈴木は良いとこ取り、って雰囲気だよな。ホンダは？思わず声が出るデザインのバイクは見かけないな。保守的って言葉がぴったりだぜ。今は、ジャンプする前のしゃがみ中でパワーを貯めている時期なんです。まあ、それもあるか。最近のホンダはデザインで話題になることは少ないので、少しだけ他社が羨ましく思いますけどね。気持ちはよくわかった。それがホンダの良さってことで。この先バイクは、電動化や水素化で大転換期を迎えますよね。その際は、先進的で次世代的なデザインに期待するとしましょう。じゃ、まずはこのバイクから。MT10。欧州で発表された PV を見て、思わず声が出たぜ。発表ほやほやのバイクですね。先代とメイク方法が変わっても、元の迫力はそのままだな。ヤマハのインセクト系デザインは、他ジャンル見かけますよね。ATV 四輪バギーや ROV レクリエーションビークルだな。オプショナルツアーで乗ったバギーみたいなやつな。これですか？確かにそうですね。このジャンルはオフ性能重視だし、実用重視のデザインだと思うぜ。知名度も売上規模もそれほど高くないから、意欲的なデザインが多い気がしますね。バイクにもそのエッセンスを入れてきた感じだな。それなら、ジェットスキー系にも、もっとすごいのがいるんじゃない？マリン系のデザインを確認したけど、目立つのはなかったよ。地上の支配者は、昆虫ってことですね。ZH2。名車、750SS マッハに由来する名前を持つバイクで、2022年の新色が最近発表されたばかりだな。マッハ由来なのに、Z がつくの？知らないよ、とは言えないので調べたら、マッハ後継が Z なんだって。マッハと Z の大きな違いはエンジンで、とにかく馬力のバイクがツーストマッハ、そこから進化したフォースト Z、そしてスーパーチャージャーが H2 だ。合わせ技できたわけですね。そして、名前に負けない凄みデザインだ。あれ？ ZH2 はフロントから見ると左右非対称のデザインなんですね。この形には、技術的な理由がある。どんな理由？例えばネイキッドの O、Z1000。こいつはハンドルを動かすとライトも一緒に動くタイプだ。燃料タンクの横に吸気口があるんだけど。吸気口の前にあるヘッドライトが動けば、吸気量も微妙に影響を受ける。なので、ヘッドライトが動いた時の空気吸気量の影響を少なくするため、ZH2 のヘッドライトは、フレーム固定のデザインになってる。ネイキッドだけど。それに、ラムエア効率を上げるため、吸気口は右側一つだ。このデザインには、ちゃんと意味があったんですね。と、主は解釈してるぜ。こうした技術的な理由とデザインが一体になるのは、効率を追求した兵器感があって大好物です。さすが戦闘機を作ってた会社だ。GSX、S1000。今年はこのバイクで始まった、って感じですね。今見ても全く色褪せてないな。
このデザインのイメージはステルス戦闘機って聞きましたよ。川崎とは違った形の、男の子の夢を全力で具現化したロボット兵器だな。デザイン優先ってことですね。そういえば、S 戦は今年の8月に新発売されたけど、まだツーリングで一度も見かけたことはないです。本当に国内販売しているのか不明だ。もう海外では普通に走ってるみたいだぜ。海外羨ましい。11月25日からイタリアミラノで開催される EICMA 国際モーターサイクルエキシビションでは、鈴木の隠し玉があるって話だ。おう。男子の夢を形にした、新しいデザインのバイクを楽しみにしようぜ。CB セナール。コンサバデザイン、って言葉がぴったりなバイクだ。テーマがネオレトロですからね。2021年3月25日にマイナーチェンジがあって、ヘッドライトやシュラウドの形状が変わってるぜ。見た目は、丸型ライトにブラックアウトされたフォーク、大きなマフラーと、まさにネイキッドのテンプレデザインだ。カラーリングも至って普通だ。ホンダのウィングエンブレムが一段と目立ちますよ。レームはこいつが一番なんだよな。そうなんです。スタンダードな形と、綺麗に伸びた駅間に、すっきりしたテール周りがお気に入りです。いろいろなバイクを見てきましたが、最後は CB に落ち着くんですよ。外食は美味しくて便利だけど、最後はご飯と味噌汁、みたいな。人生もコンサバモードだな。冒険してもいい頃は、もう終わったんです。のんきか。毎回比較車 2000R が入ってるのも、それが理由ね。そうです。で、買ったバイクが 1000R じゃなかったら、その時は盛大にいじってくださいな。じゃ、お次はスペック数値を見ながら、各車を比較していくぜ。2、車両サイズと重さ。一番でかくて長いのが 1000R、一番幅広なのが ZH2 と S 線だな。のんきを引きずってません。数値で見るとあまり気になりませんが、グラフにすると差が気になりますね。ま、大きくなれば、中停車時の移動の手間、エンストした時の恐怖がついて回るけど。でも、かっこいい。実距離が長いと、もっとかっこいい。ま、その考えでグラフを眺めると、数値的には 1000R がレイムの好みになるわけだ。その通り。写真で見てもわかるでしょ？いい感じでしょ？確かに。あと、意外だったのが Z の重量だな。ダントツ重い。他車に比べて約30キロぐらい重いけど、この理由は何でしょうね。重量に大きく影響するところといえば、他のバイクはフレームがアルミ製だけど、Z はハイテンスチールフレーム。でもこれだけで30キロ差は、なんじゃないですか？あとはオイル量や燃料タンク容量、下級機関連の装備か。240キロの迫力は、伊達じゃないですね。ただものじゃない感が半端ない。数値的な重量も大切ですけど、重心位置で体感レベルはかなり変わるそうですよ。ほほう、例えば直4エンジン乗りが、低重心の水平対向エンジンを運転すると、如実に違いがわかるそうで。これが BM、だろ的な？はい。近くに BMW 乗りさんがいたら、ぜひお願いして乗せてもらってください。いないから、わかんないよ。3、シート高、足つき。一番低いのは、S 線ですね。と言っても、前者の差は20ミリぐらいだけどな。主は以前 2000R と S 線はまたがってましたけど、どうでした？ 172センチ70キロの単速体型で、特に問題はなかったな。履いてたシューズの違いは？シューズ？串谷のアドーネシューズだが、最近気づいたんですけど、シューズのかかとの厚さは、メーカーで結構差がありますね。確かに、串谷マンに変身してからは、CRF250 ラリーの足つきに不安を感じるようになったしな。昔使ってたのはガエルネですよね。その時は大丈夫だったの？うん。バッチリ。なので、実は未だにガエルネを履くことが多い。バイク購入後のシューズ選びは、ライディングにも影響ありますので、ご注意くださいね。で、一番高いのは MT10 か。MT10 のシートは肉厚がありそうなので、あんこ抜きでシート高を下げられそうだけど、メーカー純正のローダウンキットはないのでしょうか？今のところ、欧州のアクセサリーページには純正は見当たらない。あ、現行用の社外品キットは見つかったな。着座してみて何これやばいと思ったら、早々にローダウンキットを組んだ方がいいですね。車高が高くて足つきが悪いバイクは、ちょっとした主要だよ。ほんと。あとは問題は価格ですね。リンク交換タイプだとパーツと工賃を考慮しないといけないし、MT10 のシートは大きいので、ローシートは高そうですし。ローンに組み込めばなんくるないさ。のんきな人ですね。4エンジン性能。一番馬力が高いのは、ZH2 ですね。下級機の威力は絶大だな。空気の力は、すごいんですね。ちなみに ZH2 はヤマハの YZR-R1 と同じ200馬力ですけど、スペックの違いはどんな感じですか？ R1 の最大出力発生回転数は13500、ZH2 は11000。最大トルク発生回転数は、R1 は11500、ZH2 は8500だ。2000回転も下がるんですね。さすが下級機。下級機って聞くと、IHI とか三菱が有名ですけど、ZH2 はどこ製なの？もちろん川崎製だ。川崎はガスタービン分野でも有名で、その技術を下級機に活かしてる。まあ、いいことばかりじゃないけどな。エンジンクランク軸の出力で下級機を駆動するから、設置場所も制限されるし、車重も増える。でもそれを逆手にとって性能を視覚化、デザイン化していますよね。さすが川崎です。
5燃費と航続距離。燃費が一番良いのは、1000R ですね。と言っても、どれも16、17キロ台ですから、1000クラスとしては、どれもいい方ですよね。ただし、MT10 を除いてはな。なぜでしょうね。特別重いってこともないし、PWR は良い方なんですけど、クロスプレーンエンジンだから。確かに、ネット上では燃費は良くないって話を見かけるな。CP エンジンは、フラットプレーンとクランク形状と点火タイミングが違うだけで、点火回数も同じですし、いろいろ記事を読んだけど、ピンとくる回答はなかったぜ。CP エンジンはトルクコントロール性が良いから、楽しくて回してしまうから、とか？ま、詳しい理由はわからないけど、クロスプレーンは元 GP 直径技術だから、燃費は気にしなくてよしってことで。いや、燃費も気にしてください。主要装備。主要装備の表を作り変えましたぜ。今までのは見づらかったですからね。ズバッとくるな。では新主要装備比較表、ドン。丸の数が多いほど、装備満載ってことですね。項目の見出し色がピンクと黄色に分かれてるわけは？ピンク部分は主に車体制御系、エンジンブレーキ制御とかだ。オレンジ部分はライダーアシスト系、疲労軽減や便利機能ってところで分けてみた。それでは、トップは丸が9つの MT10 と ZH2 ですね。だな。でも丸の数は同じだけど、制御の種類が微妙に違う。MT10 の方が走り系に振ってますね。YZF-R1 譲りの車体制御系だからな。ZH2 はライダーアシスト系だな。ETC とかスマホ接続とかな。Z はハード系と思ってましたが、これを見ると意外とフレンドリーですね。でも、同じ Z だからといって、Z1000 には不用意に近づかないことだ。また出た。現行 Z1000 の車体制御は、ABS のみだ。まあ、電子制御で大出力を手なずけるのが上等手段の時代に、高速具なしの Z1000 に乗るということは、そういうことだ。気をつけます。いや尊敬します。車両価格。かなりばらけたな。ですね。どれも200万以下なので、購入時期を決めてコツコツ計画的にお金を貯めれば、なんとかなりそうな金額ですね。お金持ちだな。で、比較表を眺めてて気づいたんだが。なにバイクの価格は、車格や排気量が指標じゃなくなったな。確かに。スズキは安すぎるって話もありますしね。先代の S1000 は性能十分で約120万でしたしね。日本スペシャル価格。デザインが気に入れば、一言多い。終わりのまとめ。それでは最後に、各社の特徴を一言でまとめてくださいな。今回は比較バイクがメーカー別に分かれたし、自分が好きなメーカーで選べばいいと思うよ。何そのざっくりとしたまとめ。ちゃんと一言でまとめてください。よし、行くぜ。MT10。本気のクロスプレーンを体験したい人へ。GH2。コアモテフェイスとフレンドリーな仕様。キャップ萌えな方へ。GSX、S1000。価格と制御のバランスがグッド。エンスト防止機能搭載で、初めてリッター SS に乗る人におすすめ。CB1000R。この見た目にピンときたら、ホンダドリームへ。ちょっと、CB1000R のコメントが適当すぎない？バイクはデザイン命、比較しても最後は直感、だろ？そうでした。スペック比較することで、新しい気づきが満載でした。それが楽しくて比較動画を作ってるからな。ぜひとも、お気に入りバイクを購入して、実車レビューもお届けしたいですね。そのくだりは、早くその日が来るといいけど。では、今回はこの辺で。それでは、さよなら。さよなら。さよなら。